ムングダルも30分以上、30分ぐらいは浸水した方がいいです。そうなんだ。しっかりするんですね。そうですね。だからチャナダルとかひよこ豆なんか4時間。新トリロジーです。40代50代の健康を心と体とスパイスのスペシャリストが食事や料理をメインに配信しているチャンネルです。お気軽に楽しんでください。で今日はこちらの韓国かぼちゃ。これだけどかぼちゃな感じしませんよね。きゅうりとか。ズッキーニとかきゅうりとかね。ズッキーニでじゃないかと思うんですよ。韓国かぼちゃ。そうすごく柔らかくなるらしいんですよ。でその柔らかさと豆と一緒に、あとちょっと今日はコーンもちょっと茹でたんですけど、間違いないね。コーンも入れて、合わそうかなと思ってます。すごい。お米はバスマティライスで、うんいってきます。夏っぽいイメージですね。そうなんです。夏ですね。あるものが夏なんでね。ね、夏野菜っていうか夏っぽい。このお黄色いからかぼかぼちゃちゃっていうのかもしれないですね。かぼちゃだっけ。かぼちゃ、そうですね。ズッキーニだっつってね言い張ってたけど、そうそう。やっぱりかぼちゃなのかもしれない。そうですね。ね。そういうことだ。皮をね取った方がいいです。よくしたいなと思って。この組み合わせで、あとごめんチリとこれも使います。ホールチリ。グンドゥチリでちょっと辛みをつけて。ちょっと特徴的なごま油が特徴なんですかね。そうですね。ごま油特徴出ますね。だからあまりあまり使わないんですけど、ごま油も使ってる地域はあるんですよ。チェン内とかは結構使ったりするんですよね。だけどごま油使うとごま油の強さがすごく出ちゃうからっていうのもあるんですよね。だから自分が使わないっていうのもあるんですけど、ですけどせっかく韓国なんか繊細でなんか香りも結構豊かなイメージ、韓国行った時に経験したんで、ちょっと韓国の要素を加えながらですね、で韓国かぼちゃも入れたりでズッキーニも入れたりとかして、でとりあえず豆ムングダルをこう茹でてます。でペースト状になるまでゆっくり茹でてるので、その間に、また炒め物を作りたいと思います。結構ねこのごま油も結構香りが。またなんかこうちょっと色がだけど結構黄色いかな。黄色いですね。これ大さじ2ぐらいですかね。2弱ぐらいます。でそこにちょっとこのチリグンドゥチリグンドゥチリ言われて、グンドゥって丸って意味なんですけど、千葉でちょっと栽培してもらってるんですよ。グンドゥを入れて、ちょっと辛み結構パワフルな辛みもあるんですけど、そんなに後を引かないので、でクミン少々、でクミンも4分の1ぐらいですね。でフェンネルも同じちょっと3分の1ぐらい、小さじ3分の1ぐらい、クミンとフェンネルでグンドゥチリ、この3つでテンパリングを、また香りが違う料理になりますね。カレーのイメージじゃないね。そうなんですよね。玉ねぎはですね、だいたいこうしんなりしてないですよね。これ玉ねぎしんなりするぐらいまで炒めていきます。玉ねぎも炒め具合でカレーの味も変わってくるところもありまして、で先ほどのシュリンプの方は結構炒めて
でやっぱ甘みになるんですよね。甘みが玉ねぎをよく炒めると甘く出てくるんですよ。でこっちの場合はどっちかというと玉ねぎ感のなんですかね、残しながらのこうフレッシュさを残す程度はなるほど。早めになるほど早めに入れてきます。ちょっとしんなりしてきたところで、生姜すりおろしでにんにく、水大さじ1ぐらい入れてください。これをちょっと炒めて一緒に炒めていきたいので、かぼちゃ入れていきます。韓国かぼちゃ。おお、そこでか。ちょっとねこう炒めながら並べて表面を焼くようななるほど。感じに整えてもらう。ターメリック、コリアンダー、レッドチリ加えていきます。小さじ、2分の1、カシミリチリパウダーも2分の1、小さじ2分の1、コリアンダー小さじ2で塩小さじ1で水も加えます。はい、水加えます。すごい神業。豆をね、豆なんかやりまするか豆。いや大丈夫です。もう豆もほぼできてます。茹で上がる。このぐらいのペーストですね。豆入れた状態。このぐらいだそうです。なるほど。香りがやっぱ、またさっきとねね全然感じが違う。全然違うね、やっぱごま油ですかね。なんか違いますね。ね違う。うん。ちょっと水を入れつつですあ、ね。へえ。はいね、使ったことない野菜を。いやだけどすごいよ。だって今回はね本当キッチンスタジオがただただこうだったからね急遽の、ね、さすだからがそれが面白いですよね。ね面白い。なんか香りが2杯目もありますね。ちょっと塩ね、若干加えて。で豆お、こっち側に加えます。ムングダルを。ムングダルを、マジっすか。このようにしてムングダルはちなみに 200g 加えてます。はい。 200g で茹でてますね。なるほど。ムングダル200グでラムを水はまあ入れると200、300ぐらいですかね。で最初浸水で。そうですね、浸水しまして、で大体30分ぐらい浸水した後に火にかけて、で大体今何分ぐらいでペーストになる。だからペーストになるまでってで少し焦げつくようになったら水を足しながら茹でればいいと思います。なるほど。まあこちらはやっぱ健康食みたいいやなもんですよね。これは健康だよね。ねなんか今も自分もねうっすら、うんあれ何が入ってたっけなって考えたら肉入ってないよね。肉系というか。入ってないですねね。添加物も入れてないですね。ね腹持ちも良さそうな感じですね。そうなんですよ。で具材も入ってるのがちょっと嬉しいですね。今日はね韓国かぼちゃが。韓国かぼちゃ。でもう一つなんですよ。実は今日はコーンも入れちゃおうと思って。なるほど。絶対子供も大喜び。パクチー。パクチーも入ります。なるほど。ああいいっすでね。グリーンも生えつつ、最後コーンを入れる。入れます。茹でたコーン。うんあカラフル。ね、こうちょっとこう、感じにしたら出来上がりでございます。イエーイ。2品目の。 2品目。はい。はい。名前はこれはですね、コーン韓国かぼちゃダル。
なるほど。出来上がりです。いやー、こっちは、さっきのとまた色味が違うというかね。もう一つささっと作っちゃいますからね。お、エビをあ、さっきのさっきの残りエビ。残りを、マジっすかやっちゃいます。残りエビをやっぱりやっちゃわないと。また今日はごま油で3品目、ごま油まず。ごま油いきます結構大量に。ね。おお、多いですね。多いです。たっぷり。全体にね行き渡るように温めたところで、今回はこちらの例のやつだ。新商品で足立醸造あるんですけど、そこの有機の醤油パウダー、あとうまもって言って、沖縄で作られた藻をうまみをたっぷりになるように泡盛で発酵させて作られたうまもパウダー、それとインドのブラックペッパー、あとヒマラヤのホアジャオ、山椒ですね、ホアジャオ、あともう一つがテジャチリって辛みがちょっと効いたやつで、そんなやつちょっと入ってるんですけど、であとピンク、ソルト、それもヒマラヤのやつ、ピンクのやつ、ピンクのやつ、ピンクソルト、それのシーズニングを作ったんですよ。こちらになります。はい。焼肉食べてるでしょ、ここ。本当だ。焼肉食べてる。なるほど。はい。ぜひ味わっていただきたいので、これ小袋になってます。やっぱ瓶入りにするとどうしてもやっぱ香りって飛んでっちゃうから、今回これは小袋にして販売してます。こだわりだ。こだわりで、うまもがちょっと香りがね、ちょっとこう海の臭みが出ちゃうので、だから小袋にしてそれがないようにしてます。なるほど。はい。でちょっとクミン入れますかね。じゃあ今回はクミンを少し入れて、ごま油で炒め合わせて香り油作ります。こちら先ほどの半分の玉ねぎ何回か分でですね。でこれもあるから、これで一緒に炒めちゃえばいいから、エビですね。ちなみにこちらのハック&スパイスセレクションのこちらの、焼肉シーズニングは醤油味なんですよね。醤油と胡椒、あと山椒、うまもとですので、うまみもありながら、スパイシーな香り辛みもありますので、それを全部バーッとかけて炒め合わせたいと、もうそれだけの料理です。簡単です。何にでも入れられる。もう何でも、これは肉にしてもいいですね。これ赤身肉用で作ったんですよ。ラム肉とか牛肉とか。ラム肉に、さすがランバサダー。ランバサダー作ったんですよ。でこのようにちょっと色づいてきたところで、シュリンプの残りを入れていきたいと思います。ザザザザザとこう入れまして、これにさっきのかければ確かに合うね。そうなんですよ。でちょっとレモンも振りかけて、本当何も考えてないで勝手に作ってるでしょ。行き当たりばったりで。レモンあったら。いやそんなことないです。そんなことないですよ。そんなことない。いやだけどすげえ男の料理だけど美味しそう。ちょっと火で焼き付けるような感じにしてから、水分飛ばすようなイメージですね。沸騰させて水分を飛ばす。シンプルにもうこれ加えるだけで、できるよっていうのをね、分かってもらえるとね。うまもが入ってるんで、海のね、藻なので、そのうまみとやっぱエビが合ってくるんですよね。なるほど。で塩、あと醤油はもちろん日本人としてね、うまみもあるし、であと辛みがなんかこうスパイスの辛みが結構こういったエビなんかにもすごく合うし。どんな感じだろう、なんか。おお、なるほど。こういう感じ。いい香り。でだいぶこの回してる間に、このぐらいの汁気もね。いやー素晴らしい。OK です。イエイ。
パチ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 。 3品目完成。ありがとうございます。はい、3品目野口くん名前を。発酵&スパイスのシュリンプ編で、あ、いいっすね、いいっすね。ね、今回野口くんの会社から新しく出たスパイスで、ちゃんとしたホームページとかにもホームページにももう間もなく販売開始になります。これ多分載ってる時ぐらいはね、あちょうど、るかもしれない。ね、スピンフーズもチェックしてくださいということで。ありがとうございます。はい、どうぞよろしくお願いします。お米は今回は白米だっけ？バスマティになります。あ、バスマティライスだっけ？ええ、あ、それは嬉しい。はい、お米の方ドン。おお、あ、こうなるんだ。これクミン？クミンです。クミン入れてます。あ、こんなかき混ぜましょうね。めっちゃくちゃいい匂い。これでじゃあ、はい。ああ、これはいいな、素晴らしいな。炊飯器で炊けるのは楽ですよね、バスマティライスも炊飯器で炊けるんですよ。そんな難しく考えないで同じお米だとね。あ、同じお米な感じでそうです。炊けばこういう感じで。炊いや、素晴らしいな。バスマティでクミン入れたりする、クミンも合いますんで。バスマティライススちょっと買ってこう。こんな感じで。うん。じゃあ盛りましょうかねライスかけるクミン。